はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は、7Hz エアロと同じく 7Hz のハイレゾ Bluetooth デジタルオーディオデコーダー、アルテミス39です。7Hz ね。0とか02がエントリーモデルだと思うけど、これもその価格帯のモデルになるよね。そうね。コンセプトからすると、さらなるエントリークラスになるんじゃないかな。リケーブルできない仕様だからね。ああ、そうなんだ。なんか珍しい気がする。特徴は小ぶりで軽いことね。ケーブル込みだとこの重さがピンとこないかもしれないけど、ケーブルだけの重さを測るとこんな感じなのよ。エアロの全部より重いじゃん。そう。このケーブルはトリポインソルスティスで細めな方なんだけどね。だからエアロは装着するととっても軽いのと小さくて厚みもないので見本としても使えると思うよ。エアロっていうモデル名はその軽さから来てるんだね。リケーブルできる方がいいけど、軽さにこだわって本体とケーブルのジョイント部のパーツさえ取っ払っちゃったってことか。多分ね、音楽専用というより多用途向けを意識した超お手軽モデルっていうコンセプトだろうね。アルテミス39はポータブル USB ダックでいいんだよね。そう、ダックと Bluetooth レシーバーの両方よ。手持ちのフィーを BTR7 と同じジャンルね。性能はこれを見てみて。今時のポータブル USB ダックの性能って感じか。いいじゃん。ダックチップが ES903992M になってる。さすがニューモデル。ああ、でもデュアル搭載ではないんだね。そのようね。LDAC、aptX HD、aptX LL、この辺に対応してれば、ジャックさんの使い道あるんじゃない？そうだね。Bluetooth レシーバー内蔵はいいな。ダックフィルターも搭載してて、その説明がこれ。小さな変化なんで説明は省くけど、搭載してるってのがいいよね。アルテミス39で再生停止、曲送り曲戻しができるんで、スマホからの操作が解放されるのはいいよね。外で有線モデルを使う場合は便利ですね。価格は2万円台中盤だね。多機能モデルだからこのぐらいにはなるかな。スマホみたいにここが全画面表示になるのかな。そう思って期待したんだけど、7Hz って表示されるだけだったわ。接続レートによって色が変化するから視認性はいいよ。文字ばっかりであまり読みたくはないだろうけど、ちっちゃいマニュアルを翻訳したんで載せておくわ。OK。皆さん、必要に応じて一時停止して読んでみてね。さて、エアロの話に戻るよ。波形はこんな感じ。ちょっと低域寄りなバランスですか？でも、割と素直なカーブに見えますね。確かに、このボディに 9.2mm のデュアルチャンバーダイナミックドライバーを搭載してるんだわ。振動板とマグネットの詳細は上の通り。小さくてエントリーモデルといっても、しっかり作ってあるんじゃないかな。ゼロの波形も見てみたいな。はい、これね。0と02の波形を重ねてみたよ。なるほど。低域から中域は02に雰囲気が似てるかな？そうね。で、4キロぐらいから上が0に似た雰囲気ね。まあ、どちらも酷似というほどではないけど、ざっくりそんな感じに見えるね。エアロは小さくても低域を結構出してるんですね。そうだね。サウンドチェックは0を音調整の基準にして、エアロの低域の感じを把握してもらおうかな。0とエアロの比較ね。視聴と音収録に使うイヤーチップは、ファイナル E がバンドル品に近い波形なんだけど、他モデルとの比較に使うには、もう少し一般的なカーブが欲しかったんで、TRN ティップスを使うことにした。音収録の出力にアルテミス39を使ったんだって？そう、いつもはフィーを K7 だけど、せっかくだからアルテミス39から出力した音を収録してるよ。そっか、ダック、アンプ、IEM を 7Hz でまとめたんだね。そう。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。曲にもよるんでしょうけど、低域は思ったほど違いがなかったように思います。そうだね。それよりここの違いの方がはっきりしていたように思うけど。とって比べるとよくわかったね。アルテミス39からの出音も良かったですよね。とってもいいと思う。ポータブル USB ダックの中では価格帯から言って結構いい部類になるし、機能も豊富。頻繁に買うようなものじゃないと思うけど、これから買う人は検討するモデルに入れてもいいんじゃないかな。じゃあ、エアロを聞いた印象ね。そうだな。低域は収録音より実機の方がいい出方してて、量感とアタック感が両立してる感じ。小ぶりなボディと 9.2mm のドライバーからよく出せてるね。フラータムもいい感じ？かなりいいね。低中域から中域もよく拾えてる。ただ、ゼロと比べてみて具体的に分かったのがここの弱さだね。サウンドチェックでもここの違いが結構出てたよね。そうですね。だからかな、波形で見るよりドンシャリっぽいんですよ。ここが気になる人は2キロあたり中心に EQ で広めの範囲で持ってみると厚みが出てくるんで解決できるかも。ボーカルも前に出てくるね。そう、補正しなくても聞けるけど、補正後を聞いちゃうと戻りづらくなるね。でもまあ、ここはお好みで。小域はもともとしっかり出てましたよね。そうだね。でも、シンバル系が割と前に出てくる割にさほど邪魔にはなってない感じだよね。じゃあ、弱点はこの帯域がちょっと弱いことぐらい？そうだな。ボディが小さいんで、サウンドステージの広さとかはあんまり期待できないかな。それから音質以外のところでは、やっぱり断線だろうね。ケーブル細いし、ちょっと怖い感じするから。そうですね。7Hz の小型のエントリーモデルはどんなかなと思って聞いてみましたが、思ってたよりしっかりした音で鳴ってくれました。弱点も見えて対処法も分かったので気軽に使えていいと思いますし、外出時のスペアとしてカバンに忍ばせておくのもいいかもしれません。ということで 7Hz エアロとアルテミス39のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。